どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、前回成果石山岳レイアウト水槽が問題ばかり発生していて大変という動画を出したんですが、見ていただけたでしょうか。まだ見ていないという方はぜひ概要欄の再生リストから先にそちらを見ていただけると幸いです。ニューラージュパールグラスを全面バッサリトリミングしたことをきっかけに、水草の状態が悪化し、苔がはびこるだけでなく、ソイルまで流出するという何重もの苦悩が詰め込まれた水槽になってしまいました。前回はその問題について一つ一つ対処していき、完全に解決には至りませんでしたが、ある程度成果は出てきたのかなと思っています。今回はそんな水槽についに生態を導入していきます。立ち上げから早5ヶ月、未だにオトシンクルスとヤマトヌマエビしか入れていなかった水槽に、ようやく念願の生態を入れる時が来ました。それでは早速やっていくんですが、まずは前回もろもろの問題に対して対処を行った1週間後の水槽の状態を見ていきます。なんかちょっとおかしいですね。1週間前の映像と比較したものがこちら。明らかに前回除去したのっぺりした苔が生えてます。おまけに生態の姿が見えません。ヤマトヌマエビが結構な数入っていたんですが、どこに行ったんでしょうか。実はこれ、またスネールが発生したから避難させてたんです。以前のスネール駆除動画では2つの水槽以外根絶できたとお話ししたんですが、実際は2週間の投薬を必要な水槽に再度行ってました。さすがに動画ではくどいんで、1回の投与過程をお話しし、あとは結果だけお話しした形です。やっぱりうちにいるスネールは相当しぶといようですね。ただ、最終的に2週間の投薬のおかげで、ここの水槽のスネールは完全にいなくなりました。そしてその投薬期間中に分かったことなんですが、ソイル流出していたのはやはりヤマトヌマエビのせいでした。ヤマトがいない期間中は全くと言っていいほどソイル流出がなく、そういった意味ではストレスフリーになってました。しかしそうなると苔取り生態がいなくなって苔まみれになる未来が見えるので難しいところ。ソイル流出を許容するか苔を許容するか、究極の2択を迫られています。ちなみに肝心のニューラージュパールグラスはというと、だいぶ盛り返してきた感がありますね。こんな感じで以前は茎丸見えだった箇所も徐々に新芽が生えてきています。まあ現在ニューラージュパールグラスにダメージを与える薬を絶賛投薬中なのでどうなるかは分かりませんが、そこから5日後の状態がこちら。全体的にニューラージュパールグラスの色が褪せてきてます。正直前回も同じ状況だったので驚きはしないんですが、立ち直ってきた矢先にこれは精神的に辛いですね。明らかにニューラージュの状態が良くないので、このまま全部枯れてしまわないか心配です。続いてそこから9日後の状態がこちら。ようやくスネール退治のための投薬治療が終了しました。ただ、ご覧のようにニューラージュパールグラスはだいぶボロボロです。せっかくトリミングから新芽が芽吹いてきた段階だったのに残念でなりません。ニューラージュの状態が悪いので、石についているのっぺりした苔も調子が良さそうです。前回よりもよりパワーアップし、石を真緑に染め上げています。ニューラージュの色が褪せてきている分、石の方が綺麗な緑に見えちゃいますね。よりで見てもらえばわかると思うんですが、このように至るところに枯れというか色素が抜けて透けたような葉が散見されます。茎部分も茶苔に覆われているのか、枯れてるように見える部分が目立って痛々しいです。本当、スネール完全駆除の代償はでかいですね。ここから巻き返せるのでしょうか。そんな感じで浮き沈みが激しいこの水槽なんですが、さすがに立ち上げて5ヶ月が経過しているのに
メイン生態を入れてないのは問題なんで、投薬も終わって気兼ねなく生態投入できるこのタイミングで入れていきたいと思います。とその前に、生態がいない間にできることを最後にしっかりしておきましょう。まずは水を抜いていきます。投薬が終わってから何度か水替えしているので大丈夫だとは思うんですが、念のため再度水替えをしておきます。そのついでにというか、どちらかといえばこちらの方がメインなんですが、真緑に染まった石に以前と同様 APT フィックスを歯ブラシで塗布していきます。この時絶賛骨折中で包帯が見切れていますが、すでに完治しているのでご安心ください。普通の作業でさえままならないのに、撮影しながらこれをやろうって思えたのは感覚バグってるなと自分で思いますね。それもこれも皆さんの応援のおかげです。というわけで、苔の対処も終わったので、今回導入していく生態を紹介していきます。それがこちら、カージナルテトラです。この水槽をリセットする前に入れていた個体たちですね。ただ今回はあの時よりも数を減らして160匹の投入となります。この数でも十分頭おかしいんですが、何度も大量導入を経験している自分は控えめにしたなと自分で自分を褒めてしまいました。完全に狂ってやがる。以前は遊泳スペースの広い草原レイアウト水槽だったので、これよりも数が多かったんですが、今回のレイアウトは傾斜もつけている分、水槽内の半分くらいは素材で埋まってるため、これくらいにしてます。というわけで、ずっと計量カップに入れてるわけにはいかないので、早速投入していきます。エビシャワーならぬカージナルシャワー。この光景ももう1年以上ぶりくらいなのではないでしょうか。特にトラブルもなく落ち着いて入ってくれました。導入直後の映像がこちら。ショップで買った時からすでに1年以上経過しており、以前動画で紹介したグリーンネオンテトラよろしくプリップリです。ただこうやって見ると、いかにグリーンネオンテトラがずんぐり体型なのかがわかりますね。カージナルテトラも体長は大きくなって見応えが増していますが、スマートなラインは維持できているように思います。そんな感じでカージナルテトラ160匹を導入したわけですが、どうしても水槽自体が本調子じゃないので、鮮やかなカージナルテトラとの対比でだいぶ荒廃しているように見えてしまいます。こればっかりはしょうがないというか、自分がスネールを根絶させるために選んだ代償なので、甘んじて受け入れるほかありません。それでも前回の水槽をリセットし、奥行きを意識した山岳レイアウトにこの数のカージナルテトラを入れられたのは純粋に嬉しいですね。この時をまだかまだかとずっと待っていましたが、実際に見てみるとやはり壮観です。よくライブ配信でおすすめの生態は何ですかと聞かれるんですが、その度にいつもカージナルを推している理由が分かっていただけたかと思います。まあおすすめの生態とアバウトで聞かれた時に無難に答えられる生態ってのも大きいんですけど、基本的に人におすすめされた生態を買うよりも自分が好きな生態を買うのがいいと思ってるんで、今後その質問をされた場合はテンプレで返されることをご留意ください。具体的な環境とかが提示されてれば別ですけどね。ちなみにカージナルテトラを入れてすぐ、あまりにも導入できて嬉しかったんで、いろんな角度から撮影してしまいました。水槽全体が微妙なんであまり寄りでの撮影はしませんでしたが、いつもよりも映像のバリエーションが多いことではしゃいでるのが伝われば幸いです。というか、自分の家で飼育している生態を新しい水槽に移すときは、新しく生態をお迎えするときとは安心感が違いますね。いつもは輸送のストレスや水質変化が心配で、入れてすぐはじっと生態を観察しているんですが、長い間家で飼い込んでいる個体なら自分家の水質にも慣れてますし、安心して見れます。現に入れてすぐこれくらい落ち着いてますからね。そしてカージナルテトラを5ヶ月かけてようやく入れられたことに興奮していた自分は、撮影以外にもこんなことをして遊んでました。
これは何をしているのかというと、いろんな角度からスマホのライトで照らして、バックに映るカージナルテトラの影を見てます。だいぶ変態ですよね。考えてみてください。成人男性が一人部屋の中でスマホのライトで熱帯魚を照らしながらニヤニヤしておまけにそれ撮影してるんですよ。控えめに言って変質者です。皆さんがこういった遊びをする際は必ずご自宅だけにしておきましょう。外でやると最悪警察を呼ばれる可能性があります。ただ、その行動の異常性はともあれ、個人的にこの後ろに映る影は幻想的で好きです。なんかプラネタリウム的な美しさがありますよね。これが動画映えするかどうかは、この時の自分は知ったこっちゃなかったんで、映像化されて皆さんにどういう風に映っているかは分かりかねますが、共感していただければ嬉しいです。というわけでいかがだったでしょうか。カージナルテトラを60センチ水槽に160匹入れて、一人部屋の中でニヤニヤする成人男性という内容の動画でした。正直今は水槽自体のコンディションが悪く、状態が良ければもっと飛び跳ねてたと思うんですけど、逆にこういったハードルを超えて綺麗な水形を作れた方が達成感ありそうですよね。まあそうなれるかは別として。何はともあれ、レイアウト水槽にカージナルテトラが群営する姿はいつ見ても綺麗ですね。ポピュラーな熱帯魚であまりフォーカスされない生態ですが、王道だからこその美しさがあるので、これからもずっとカージナルを推していきたいと思います。というわけで、カージナルテトラを入れたことによって、また一歩この水槽の完成に近づいたわけですが、まだまだ道半ばです。何度も言いますが、投薬によって調子を落としたニューラージパールグラス、苔まみれになった石、ずっと漏れ出てくるソイルをどうにかしなければ完成とは言えません。これからも試行錯誤していき、カージナルテトラ160匹が群営する綺麗な山岳レイアウト水槽を目指していきますので、応援のほどよろしくお願いします。今後のこの水槽の行く末が気になるという方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。